ぐーって引っ張ってそのままプレハブ小屋の裏まで連れて行った。そして女の子のことをボッコボコに殴るんです。今日は僕の体験談お話ししたいなと思うんですけどね、僕ね、天狗見たことあるんですよね。小学校2年生の時なんですけども、はっきりと見たんです。ただ、この話っていうのは僕の中でやっちゃいけない話、タブーのお話なんですけども、今日はそれを皆さんに共有したいなと思います。僕ね、小学校の時ね、おじいちゃん子だったんですよね。まあ大好きで。で、僕大阪に住んでましてね、おじいちゃん名古屋に住んでたんですけども、二人仲良しですから、盆正月関係なしに名古屋に行ってたんです。で、このおじいちゃん優しくて、僕は家に行くと玄関まで出迎えてくれましてね、おー、明らかーって顔しわくちゃになりながら出迎えてくれて。リビング行くとね、僕の大好きなおやつがいっぱい並んでるんですよね。で、おじいちゃん昔飛び職やってましてね、そのタバコ臭い、そのゴツゴツした膝の上に乗ってね、お菓子食べながらおじいちゃんとお話しするのがすごい好きだったんです。こんなおじいちゃんなんですけども、何か買ってくれるような甘やかし方はしなかったんですけどね、行くと必ずどっか連れてってくれたんです。で、その日行ったのは、愛知県の愛市っていうところにある、とある、いろんな種類のお猿さんがいる動物園なんですけどね。そこに連れてってくれた。小学校2年生の秋頃だったんですけどね。で、そこの動物園に行って、で、いろんなお猿さんを見て、で、一緒にソフトクリーム舐めながらね。で、隣に遊園地が併設されてるんですよね。おじいちゃんと一緒にジェットコースター乗りながら、キャッキャキャッキャしてたんです。で、この施設の周りっていうのは、ぐるーっと緑で囲まれてるんですよね。小山があったりするんですけども、その300メートルぐらい向こうの山の上に、天狗がいたんですよね。これ、ザ・天狗なんです。顔が赤くて、鼻が長くて、で、頭に六角形の変なの被ってて、で、手のひらこっちに向けながら、カーッカッカッカッって笑ってるんですよね。僕、それを最初見たときに、面白いもあるなと思ったんです。遊園地のモニュメントか何かだと思ったんですけども、でも、今考えるとちょっと変なんですよね。距離的には300メートルぐらいなんです。なので、見える天狗っていうのは豆粒ぐらいなんですよ。でも、顔のシワまではっきり見えたんですよね。あと、カーカッカッカっていう天狗の声なんですけどね、はっきりと大音量が耳に聞こえたんです。普通だったら、周りの人もそっち見ますよね。それを見てたのは、僕一人だったんです。でも、小学校2年生なんですよ。面白いもんあるな、ぐらいで思ってて。で、すっかりと夕方になったんですよね。で、おじいちゃんと一緒に手をつなぎながら駐車場まで歩くんです。でおじいちゃん聞いてくるんですよ。おー、アキラ今日楽しかったかって。で、僕も答えるんですよね。楽しかった。お猿さんもいろんなお猿さんいたし、ソフトクリームも美味しかったし、天狗も面白かったって言うと、おじいちゃんがその足をピタッて止めたんですよね。そして、天狗って聞いてくるんです。天狗が笑ってたって言うと、おじいちゃんが握ってた手をギュッてちょっと力入れてからね、天狗なんていないから、そう言ったんですよね。でも、そう言われるとなんか僕が嘘つきみたいになっちゃうんで。いやいや、天狗がね、笑ってたよ。ほら、あそこの山って指さそうとしたんです。するとおじいちゃんがその手をグッって握ってから、顔をグググググって寄せて、もう一度真顔で、天狗なんていないから。そう言ったんですよね。その様子を見て僕、子供心に、この話ってやっちゃいけないんだって理解して、僕の中でこの話っていうのはタブーになったんです。ただ、大人になって僕もこういう怪談活動やってますからね。怪談仲間と飲んだ時に、似たような話聞いたんですよね。その話っていうのは、おばあちゃんと女の子が出てくるんですけどね。女の子が山の方を指さしながら、ほら、おばあちゃん、あそこに天狗いるよって言ったんです。すると、おばあちゃんがその手をグッと持って、ぐーって引っ張ってそのままプレハブ小屋の裏まで連れて行った。そして女の子のことをボッコボコに殴るんです。そして、その後に耳元まで口を近づけて、
天狗に見入られると連れ去られるから。そう言ったそうです。この話聞いた時に僕、ふわーって昔の記憶、フラッシュバックしましてね。似た話があるんだと思ってるんですけども。でも、おじいちゃんもう亡くなってるんで真相はわかんないんですけどね。こんな不思議な体験をいたしました。で、この話なんですけどね、天狗が出てくるんですけども、天狗って神様だったりしますよね。僕の住んでる東京の高尾山では、天狗って女性の守り神なんですよね。なので、地域によって天狗って存在がちょっと違うとは思うんですけども、調べますとね、天狗さらいっていう言葉があるらしいですね。これ江戸時代の現象らしいですけども、いわゆる神隠しですよね。子供が神隠しに遭うと天狗にさらわれた。そういう言い伝えがあった。で、この天狗さらいの興味深いところっていうのが、さらわれた子供が数年後に帰ってくることがあるんですよね。で、その子供にいろいろ聞くじゃないですか。お前どうしてたんだって。すると、天狗にさらわれた。で、さらわれたという時は、ギューンって空を飛んでいったっていうんです。で、全然知らない土地に降りていろんな体験をしたって言うんです。で、子供に聞くと、確かに子供の味ではいけないような土地の情報を知ってたりするんです。で、天狗さらいでね、有名な人で言うと、天狗小僧っていうね、虎吉さんっていう江戸時代に、そういう少年がいたそうです。この子も天狗にさらわれて、で、戻ってきて、いろんなね、話を伝えたっていう伝承があるらしいですね。で、江戸時代の国学者、平田篤実さんっていう方がいるんですけども、この天狗小僧、虎吉さんにヒアリングをしたことがある。で、いろんな会のことを、このヒアリングしたらしいんですけども、もう一つ興味深いのは、天狗にさらわれると、天狗の慰み者になったんじゃないかっていう目で見られるらしいんですよね。これは江戸時代広くそういう文化があったそうです。帰ってきた子供はそういう目で見られちゃったんですけども、この平田篤実さんも、虎吉さんに向かってね、お前はそういうことをされたのかって聞いたらしいです。すると、虎吉さんは、いや、うちの村はそんなことなかったね。他の村の天狗はそんなことしてたらしいですけどって答えたそうですね。これが文献になって残ってるそうです。ただ、僕の体験とかそのね、出てくる女の子の体験談って、少なく見積もっても昭和時代の話ですから、そこら辺が不思議だなって。皆さんもね、お子さんとかが天狗を見たっていうと、ちょっと注意した方がいいのかもしれません。